はいどうも、フランスガイド中村です。現在私たちがいるのはパリの12区、バスチュー広場でございます。バスチュー広場のすぐ近くにこんな港があるの、皆様ご存知でした？ここはアースナル港と言われていて、娯楽用の小型船がたくさん停泊しているんです。アースナルっていうのは武器弾薬庫のこと。ここには16世紀から19世紀までフランス王の武器弾薬庫がありました。現在は小型船が停泊する港になっていますが、そんな歴史を踏まえて今でもここはアースナル港と呼ばれているんですね。さて、一体なぜこの港を紹介しているのかというと、実はこの港こそこれから紹介するサンマルタン運河とセーヌ川をつないでいる港なんですね。でもサンマルタン運河の始まりってバスチーユよりももっと北でしょと思ったでしょう。そうなんですよ。バスチーユ広場周辺に運河らしきものは見えません。実はね、運河は広場の地下を流れているんですよ。ということで今回はこのバスチーユの地下に流れるサンマルタン運河から紹介していきましょう。それでは皆さんオニバということで、現在サンマルタン運河クルーズをやっている船会社カノラマさんのね、船の先頭部分に陣取っております。カノラマさん、撮影協力ありがとうございます。さあ、正面には先ほどのバスチュー広場にある記念碑が見えております。実はその記念碑のすぐ下、クリプトといってですね、地下聖堂があるんです。7月革命で命を落とした革命派の戦士たちのお墓になっているんですね。この地下聖堂も少しだけ船からご覧いただけます。さあ、それではね、これより 2km 続くトンネルに入っていきますよ。その前にくぐるのは地下鉄1号線のホーム。番号の通りパリで初めて作られた地下鉄です。1900年のパリ万博に合わせて運行開始。パリメトロポリタン鉄道というね、会社によって運営されていたので、メトロという言葉は地下鉄を表す言葉として世界中で定着しました。はい、見えてきましたよ。バスチーユの記念塔の下にある地下聖堂です。1830年の7月革命の死者、そして1848年に起こった2月革命の死者が埋葬されています。この地下聖堂を一般見学できるようにする計画もあるそうですよ。ということで、私たちは今ちょうどね、バスチーユ広場の真下を通っております。この部分はトンネルの中でも最も古い部分で、19世紀初め1805年に作られました。アーチの形はほぼ半円形ですよね。このアーチの形、よーく覚えていてくださいね。で、今度はこちらをご覧ください。アーチの形少し変わったの気づきました？幅が広くなりましたよね。私たちはバスチュー広場を越えてリシャール・ルノワール大通りの下までやってまいりました。この部分は先ほどのアーチの60年後、19世紀半ば1860年に作られたものです。1860年代といえば、これね、ナポレオン3世の第二帝政の時代ですよ。オスマン男爵がパリを大改造した時代ですよね。上下水道もない細い道がくねくねと曲がりくねっていた中世的な街並みを東西南北に大通りを通し、上下水道を整備しながら近代的なパリを作り上げたのがこの時代です。1860年代以前、この部分はトンネルではなく地上に出ていたんだそうです。しかしパリの真ん中に運河があると交通の妨げになるとしてですね、このパリ大改造の時代にこの部分もね、地下に埋められてしまったそうです。さあ、私たちのね、頭の上、一定の間隔で円形の穴が開いていますよね。空気を換気するためと太陽の光を取り込むためです。さあ、
トンネルの出口が見えてきましたよ。その手前には青信号。これはね、トンネルの外に位置する水門に入っていいですよというサインなんです。ということで、大変お待たせいたしました。これから皆様を地上のサンマルタン運河へとお連れいたします。それでは、皆さん、オニバ。バスチーを出発し、ヴィレットに向かう私たちの船は、レクルーズ・ドゥ・トンペル、テンプルの水門に到着しました。これから水位のより高い運河に入っていきます。どういうことか。セーヌ川とヴィレット貯水槽までを結ぶサンマルタン運河は 4.5km、比較的短い運河なんですけども、この 4.5km の間になんと 27m の高低差があるんですよ。つまりセーヌ川からヴィレットにかけて緩やかな上り坂になっているんですね。この傾斜を使ってそのまま運河にしてしまうと、とても流れの速い運河になってしまいますよね。そこでほぼ水平の運河を階段状に作っているんです。そして船がその段差を登ったり降りたりするための仕組み、これがね、水門なんですよ。水門は肛門と呼ばれる扉と肛門によって区切られたスペース、硬室によって構成されています。船を硬室の中に閉じ込めて、硬室内の水の量を増やしたり減らしたりすることで船を上り下りさせているんです。よくわかんないでしょですからね、実際に体験してみましょう。前には大きな扉が見えています。これが肛門ですよ。私たちの船はゆっくりと肛門の前まで進みましたよ。扉の前まで来たら、船長は岸に設置されたボラードにロープを巻きつけて船を固定します。一回一回つなぎ止めるのがね、面倒なんですけども、これをしないと大変なことになってしまうんだわ。その理由、後でわかります。船が固定されると、今度は船の後ろの肛門が閉まります。このようにして私たちの船は前後2つの大きな扉によって他の運河から隔離されるわけですよね。隔離されたスペースが硬室になります。ここまでいいですか？現在ね、この硬室はほぼ空っぽの状態なんですよ。ここに水を満たしていきますよ。でもどうやって？肛門の下見てください。左右に3つずつ合計6つの小さな窓が開いているんですよね。こちらの小窓が開くことで向こう側のより水位の高い運河から水が入り込む仕組みになっています。さあ見ててください。今小窓が開いて大量の水が入ってきますよ。すごい勢いでしょ？で、船をつなぐ理由わかるじゃないですか。大量の水が入ってくるんで、船をつなぎ止めておかないと船が押し流されてしまうんですよね。じゃあね、扉の上ご覧ください。赤と白の小さな旗がついたものがありますよね。これはね、クレマイエールと呼ばれるもので、下の小窓が開くとそれに対応したクレマイエールが持ち上がるようになっています。ちなみにこの小窓、一斉に6つ開くとは限らないんですね。船の大きさ、その日の天候、その日の状況を見ながら、どのタイミングでどの小窓を開き、どれくらいの水を注入していくかっていうのは、この水門を管理している水門管理人がちゃんとね、コントロールしているんです。サンマルタン運河では水門一つで船は3メーター上り下りすることができます。このまま水位が3メーター上がって向こう側と水位が同じになれば、この扉が開き船が向こう側に入っていけるということです。さあ、水位がね、向こう側と同じ高さになりましたよ。扉が開きますよ。そうすると運河が続いていると思いきや、実はね、また水門なんですね。サンマルタン運河はね、ダブル水門になっていて、
3メーターと3メーターで6メーターずつ登れるようになっています。これが4セット設置されているので、合計24メーターの高さを登っていけるわけなんですよね。ダブル水門にすれば、校門が3つでいいし、2つの水門を1人の管理人にやらせればいいので、経済的なんです。ここにもね、いろいろな知恵が働いています。では、これからね、ざっくりとサンマルタン運河から見える風景を紹介していきましょう。先ほど紹介したのはテンプルの水門でしたね。映画アメリ、ご覧になりました？主人公が水切りしていたのはこの校門の上ですよ。実はね、この部分は水門管理人にしか入れない部分で、一般人は立ち入り禁止です。不思議ちゃんことアメリはね、そんなことお構いなしに自分の趣味のためには柵を乗り越えてしまうという女性なんですよね。こちらは回転する橋でございます。船が通るときだけ橋が回転して船が通れるようになります。実はね、回転橋、少し先にもう一つあって二つ続いているんですよ。どちらかが渡れないときは必ずどちらかが渡れるようになっています。このすぐ近くに三類病院があるので、緊急患者をいつでも救急車で運べるような体制になっているんですね。こちらはマルセル・カルネの映画北ホテルで有名なファッサードです。映画自体はね、ここではなくパリの郊外のスタジオで撮影されているんですけども、ここは映画ファンにとっての一つの聖地になっています。こちらの建物は19世紀にパリに電気を送っていたパリで最も初期の発電所なんです。サンマルタン運河界隈はね、もともと工業地帯で運河の両側には工場が並んでおりました。今ではその大部分が郊外へと移ってしまっているんですけども、今でも現役で動き続けている工場もあるんですね。それがここエクザコンタとクレールフォンテーヌの工場です。エクザコンタは会計用の事務用品、クレールフォンテーヌは文房具メーカーですね。フランスのね、生徒たちは学校でクレールフォンテーヌのノート使うんですよ。ですからね、フランス人にとっては馴染みのあるメーカーですよね。日本でいうジャポニカ学習帳っていったところでしょうか。さて、右にはパリ市清掃局の事務所が見えてきました。この辺りもともと倉庫だったんですけども、その後工場がなくなりましたんで、倉庫も使われなくなってしまったんですね。そこでパリ市清掃局の事務所になったり、対岸見てください。パリの消防署になっています。その隣はね、ポワン・エフェメールという文化施設になっています。さて、サンマルタン運河の終わりに近づいてきました。最後に見えてくるのがスターリングラードのロトンドと呼ばれる場所で、現在はピザ屋になっています。豪華なピザ屋なんですよね。かつてここにはね、パリ市に入るときに税金を取る役人の事務所がありました。ということでね、ここでサンマルタン運河おしまいなんですけども、ここからはさらにおまけということで、この先どんな風になっているのか少しだけ紹介していきますね。それでは皆さん、オニバー。サンマルタン運河が接続するのはヴィレットの貯水槽、バッサン・デ・ラ・ヴィレットでございます。ここはね、パリ市民の飲み水の貯水槽としてもともとは作られたんですけども、現在はパリ市の清掃だとか噴水、公園の池などに使う水の貯水槽となっています。ブッショモ公園の滝だとかね、池の水、ここから引いているんですよ。貯水槽の両岸、映画館になっていますよね。こちらももともとは倉庫として使われていた建物です。左手、たくさんボート止まっていますけども、こちらはね、免許がなくても運転できる娯楽用ボートなんです。小型ボートに乗って運河散策、悪くないよね。19世紀後半、ここはね、フランスの4番目に大きい港だったそうです。ボルドー、マルセイユ、ルアーブルの次って言いますから、それはね、大したもんだったと思いますよ。港時代の面影はね、ほとんど残っていません。しかしね、正面の2つの建物はその当時の建物で、どちらも大型商店の倉庫として使われていたそうです。
左の建物、1990年の火災によって焼失してしまいました。同じ形で再建されています。右の建物はオリジナルですね。現在はね、ブラスリー、レストランだとか、あと学生寮なんかが入ってるみたいですね。さあ、目の前の橋、パリで唯一の上下する橋です。クリメ通りの上下橋なんて呼ばれています。1995年に完成しました。フィーブリーユというね、会社によって作られた橋なんですけども、このフィーブリーユという会社こそ、1889年、エッフェル塔のエレベーターを作った会社ですよ。エッフェル塔のエレベーターは今でも当時のものが現役で使用されていますから、すごい会社ですよね。こちらの黒く錆びた歴史を感じる橋、19世紀半ばに作られたプチット・サンチュールの橋です。かつてのパリの環状鉄道ですよね。メトロにとって変わられたため、パリのいろいろな場所で廃線として残っています。そしてこちらは運河の交差点。左がサンドニ運河。そしてこの交差点の先がウルク運河になります。ウルク運河を行くとそこはね、ヴィレット公園が広がっています。ここはかつて1世紀続いたパリの屠殺場があった場所なんです。20世紀後半に文化施設を多数含む広大な公園に生まれ変わりました。左手、青いパイプが特徴的な建物、シテ・デ・シオンス科学博物館です。その手前、360度の映画が見れるジオッド。なかなか面白そうな場所でしょ。いつかね、このヴィレットという場所も皆さんに紹介しようと思っているんです。そして最後に見えてくるのはパリの環状線。ついにね、パリの端っこまでやってきました。その向こう側に見えるのがパリの隣町、パンタン。このね、パンタンという町も非常に面白い場所なんですね。ここもね、いつか紹介したいと思ってます。もうね、紹介したいところたくさんあるんです。今後もね、ガンガンフランスの魅力紹介していきますので、これからも応援よろしくお願いいたします。ということで、今回はオニバにご参加いただき誠にありがとうございました。また次のオニバでお会いしましょう。それでは皆さん、アビアント。